マフォンのニットを使って作る基本の T シャツの作り方です。マフォンの大人用 T シャツ型紙にはレディースサイズのベーシック T シャツとメンズサイズのポケット T シャツがあります。マフォンのニット生地で作るとぴったりな仕上がりになるよう追求して作った型紙です。レディースサイズのベーシック T シャツは S、M、L、LL の4展開です。体にフィットするタイプの T シャツのため、ゆったり着用されたい方は、普段のご自身のサイズよりワンサイズアップしてお選びいただくことをお勧めします。メンズサイズのポケット T シャツは M、L、LL の3展開です。その名の通り、胸元のポケットがワンポイントになる T シャツです。男性が着用してスッキリ見えるラインを追求しながらも、大きすぎず標準的なサイズに仕上げた T シャツです。女性がゆったり着る T シャツとしてもおすすめです。型紙はマフォンのホームページで販売しています。どちらの型紙も袖は長袖用と半袖用2パターン入っているので、オールシーズンお使いいただけます。さらにレディースのベーシック T シャツにはノースリーブ用の袖の型紙もついているので、ノースリーブにもアレンジできます。ノースリーブの作り方はマフォンのブログでご紹介しています。概要欄にリンクがあります。この動画ではロックミシンと直線ミシンを使い、メンズサイズのポケット T シャツを作る作り方をご紹介します。レディースサイズのベーシック T シャツをお作りになる場合は、ポケットを作る工程は飛ばしてご覧ください。マフォンのニット生地は縫いやすいので、家庭用直線ミシンのみでも仕上げることができます。その場合は直線で縫った後、生地端にジグザグミシンをかけて処理してください。ハンドメイドなら着丈の調整なども思いのまま、自分にぴったりの着心地の良いサイズの T シャツが作れます。リバーシブルジャガードニット生地を活かしてポケットを反対側の色にしたり、前身頃と後ろ身頃と反対の配色にしたり、1枚の生地でいろいろな組み合わせが楽しめます。プレゼントにもきっと喜ばれる T シャツ、綿 100% の肌触りの良いアイテムとして気に入っていただけます。動画を見ながら一緒に作ってみましょう。Let's start sewing! 用意するもの。用意するものはマフォン生地 1.5 メートル、型紙、伸び止めテープニット生地用12ミリ幅、ロックミシン、直線ミシン、ニット生地用ミシン糸、ニット生地用ミシン針、裁ちばさみ、糸切りばさみ、ソーイングクリップ、アイロンです。今回の作り方はロックミシンと直線ミシンを併用して作る作り方です。直線ミシンのみで作る場合、本縫い後、生地端をジグザグミシンで処理してください。ロックミシンの設定をご紹介します。スタッフが使っているのはベビーロックさんの異邦人です。こちらではいつもスタッフが使う数値をご紹介しますが、機種や生地の厚み、手加減によって最適な数値は変わります。かがり幅ダイヤルは 7.5。通常生地端をカットしながら縫うときはメス固定つまみはそのまま、生地端をカットしないで縫うときはロックにします。送り目ダイヤルは2から3に、作動送りは 1.3 にします。家庭用ミシンでニット生地を縫うときは、糸、針もニット生地をご用意ください。ミシン糸はレジロンなどニット生地専用のミシン糸を使います。伸縮するニット生地に合わせて糸も伸縮し、糸切れの心配がありません。ミシン針もニット生地用を使われることをお勧めします。先が丸くなっており、ニット生地を縫うのに適しています。ミシンの押さえが調節できる機種の場合、押さえを軽くすると縫いやすくなります。伸び止めテープもニット生地用がおすすめです。ニット生地の風合いを生かし、柔らかく仕上がります。今回は幅 12mm のものを使用しました。1、裁断します。型紙は 1.5 メートルの長さの生地に
半袖はこのように、長袖はこのように置けます。型紙を置くときは生地の縦横に気をつけましょう。ニット生地は縦横で伸縮率が大きく異なります。縦は伸びにくく、横は伸びやすいです。型紙を置くときは生地の伸びにくい縦の方と型紙に書いてある矢印が平行になるようにします。生地の耳を目安にしても大丈夫です。伸びにくい縦の方は生地の耳とも平行になるので、生地の耳に平行になるように型紙を置いても正しく型紙を置くことができます。生地の縦横方向を間違えると、せっかく作ったお洋服が着られなくなってしまいますので、ご注意ください。今回使うのは黒木グレー配色のハンバーガー柄です。生地の縦横が確認できたら裁断していきましょう。重しに使っているのはテトラウェイトです。作り方はマフォンホームページでご紹介しています。概要欄にリンクがあります。裁断時には合い印も忘れずに入れます。合い印というのは生地端に入れる 2,3mm の切り込みのことです。生地を合わせて縫う時の目安になります。前後の身ごろの中心にも入れておきましょう。襟をつける際の目安になります。すべてのパーツが裁断できました。2. 伸び止めテープを貼ります。前身ごろの肩の裏側とポケット口に伸び止めテープを貼ります。レディースのベーシック T シャツはポケットはありません。前身ごろの両肩とポケットは上から 2.5 センチのポケット口の位置に伸び止めテープを貼ります。3. ポケットを作ります。レディースのベーシック T シャツの場合、この工程は飛ばして4にお進みください。ポケット口の縫い代に端ロックをかけ、2つ折りにします。つまみをロックにして、端ロックをかけます。上から 2.5 センチをアイロンで折り、端から2センチの位置を直線ミシンで縫います。周囲を1センチ折り、出来上がりの形にします。前身ごろの型紙のポケット位置の角を切り抜きます。前身ごろの上に型紙を置き、先ほど入れた切れ込みからしつけ糸を通し目印をつけます。そっと型紙を取り外します。しつけ糸の目印に合わせてポケットを置きます。待ち針で留めます。待ち針を刺した状態のままでミシンをかけるのが不安な方は、しつけペンを使うのがおすすめです。のり付けする感覚で生地を仮接着することができます。直線ミシンでポケットを縫い付けます。縫い始めと縫い終わりはしっかり返し縫いします。ポケットの際を縫っていきます。最後もしっかり返し縫いして縫い終わります。ポケットが縫い付けられました。4. 肩を縫います。前身ごろ、後ろ身ごろを中表に重ね、ロックミシンで両肩を縫います。縫い代は1センチです。縫い代は後ろ側に倒しておきます。5. 襟をつけます。襟を中表に半分に折り、端をクリップで留めます。赤線部分を縫い代1センチでロックミシンで縫います。半分に折って出来上がりの形に整えます。前中心、
後ろ中心、右ネックポイントの合い印と左ネックポイントとなる先ほど縫った継ぎ目をクリップで留めます。身ごろを用意し、身ごろの内側に襟を入れるようにして、合い印を合わせてクリップで留めます。生地を少し伸ばして合わせ、クリップとクリップの間も留めます。襟は身ごろの襟ぐりより短い作りになっています。長さを合わせながらクリップを留めてください。襟を上にしてロックミシンで縫います。縫い代は1センチです。襟を軽く伸ばし、身ごろの襟ぐりの長さに合わせながらぐるりと一周縫います。縫い始めまで来たら、縫い始めのカラカンをカット、メスをロックして数センチ縫い目を重ねて縫い、押さえ金を上げ、生地を90度奥に回し、カラカンを出して縫い終わります。カラカンは縫い目の中に隠します。襟がつきました。レディースのベーシック T シャツでは首周りのステッチを入れる仕様になっています。ステッチを入れるときは縫い代を身ごろ側に倒し、身ごろの際から 4mm のところを直線ミシンで縫います。ステッチを入れると首周りが伸びにくくなるため、必ず少し伸ばしながら縫ってください。ステッチは必ずしも必要ではありません。ゆったり着用したい場合はステッチなしでも問題ありません。お好みに合わせて仕上げてください。6. 袖をつけます。身ごろを開き、中表に袖を合わせます。合い印を合わせてクリップで留めていきます。赤線部分をロックミシンで縫い合わせます。縫い代は1センチです。反対側の袖も同じように縫ってください。袖がつけられました。7. 袖下から脇を縫います。身ごろを中表に合わせ、袖下から脇をクリップで留め、ロックミシンで一度に縫います。縫い代は1センチです。脇の下の縫い代が重なる部分は、縫い代を互い違いになるように倒すと、出来上がりがすっきりします。ロックミシンで縫い代1センチで縫います。袖下から脇が縫えました。8. 袖、身ごろの裾を始末します。袖と身ごろの裾に端ロックをかけます。端から 2.5 センチをアイロンで内側に折り、2センチの位置に直線ミシンでステッチを入れます。最後にアイロンで形を整えたら完成です。洗濯機で洗うときは必ず洗濯用ネットに入れて洗ってください。服を裏返してネットに入れるとなお良いです。干すときは生地の縦方向、伸びにくい方に伸ばすようにして形を整えて干してください。1着作れば作り方はきっとマスターできます。T シャツは何枚あっても困らないアイテム。次は違う柄で違うサイズで長袖になどきっとたくさん作りたくなります。ご自分用にもご家族用にもぜひ
お家でお洋服を作る楽しさを感じてください。Happy sewing with Muffin